教えてけいこ先生。はい、好きな寿司ネタはいくら、ウニ、ホタテ、けいこ先生です。今日もよろしくお願いします。蜂蜜時で、鬼って実は悪者じゃないみたいな話。鬼って悪者じゃないんですか？鬼はね、悪者です。基本的に鬼っていう形態というか意識体としてはどっちかに分けるんだったら悪いやつです。はい、ただどっちかに分けるんだったらっていうふうに聞いていただくと、中間スレスレでどっちですか、こっちだねぐらいな感じのちょい悪親父が意識体が鬼さんですね。はい、基本的に人間が牙持ってて角生えてますっていうこれが鬼の一つの形態なんだけど、それは西洋鬼だったりとか東南アジア鬼だったり日本の鬼さんみたいなそういう感じでちょっとね役割とか見た目とか分かれてきますね。はい、日本にいるお兄さんってね通常は山奥に住んでいます。で人里離れたところで人目に触れないようにこっそり人目に触れちゃいけない活動をしているのがお兄さんの役割なんですね。なのでお兄さんは山奥にいます。はい、お兄さんってちょい悪だよって言ったんだけど極悪じゃないけどちょっと悪くって世の中にちょっとした災いっていうものをふわふわふわってこのシャンパンの泡みたいにふわ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 ってちょっとした災いを作り出していく、これが鬼の役割なんです。そのお百姓さんがせっせと作っているそういう草花とか農作物を枯らしたり、要するにそういうことで人を疲れさせる人を落胆させる丹精込めて作ったのにこうなっちゃったよどうすんだこれっていう状態を、作りたいのがお兄さんの役割なんですね。ネガティブなことをちょっと起こすことでこの世の中を回していくいろんなことを起こしていくそして起こるべきことを起こしていくっていうことがお兄さんの役割です。はい、災いを起こすっていう意味では悪いだけども必要悪ってことなんですね。でこの必要悪では人は死ぬことはないです。人を殺したり殺し合いを起こすとかもう決定的に決裂していくような関係性を作っていくっていうことがお兄さんの役割ではないんです。要するに気づきを促す出来事を起こすことによって起承転結のあるドラマを作っていくみたいな、そういう感じですね。なので悪いやつじゃない。はい、でも悪いやつです。はい、これが鬼さんですね。ただね、鬼の種類によってはいいことしかしたくありませんっていうそういう鬼さんもいるんですね。耕してたお百姓さんが忘れてしまいましたこの手ぬぐいをと。じゃあこの手ぬぐいこんなとこやったらぺちゃんこになって古ぼけて大変になるよね。じゃあこれを分かりやすく教えてあげたらどうですかっていうふうにして手ぬぐい忘れてますよ忘れてますよみたいな感じで、注意喚起を流してくれたりとか、あるいはこんなところに苗を植えたって育たないよここは土がゴロゴロしてるんだからそういう時にはそこじゃなくて隣がいいんじゃないですかっていうことを、お伝えしたりするんですね。なので要するにちょっと精霊みたいな感じで小人さんみたいな小人の形態じゃないんだけどそういう感じでこう教えを促すと、これがいいお兄さんの役割役どころです。はい、悪いお兄さんは青っぽく見える。悪いお兄さんは体がでかくって図太くって、声も仕上がれてますよと。いいお兄さんは色がちょっと赤っぽくって、高2でちょっと可愛らしい感じをしてます。それでどっちかっていうと女性っぽいというか、お兄さんってみんな男性として捉えてることが多いと思う。裸でこういうパンツ履いてるんだけど基本的にこういう存在ってオスでもメスでもないんです。オスでもメスでもなくって鬼っていう形態があるんだけど人にいいことしてくれる鬼は見た目がちょっとなよなよして女性っぽいですね。はい、鬼さんっ
っていうこの意識体の中にもエネルギーの良さ悪さっていうのがあって、性格の良し悪しっていうことでもいいんだけども、フラストレーションめちゃくちゃ溜めている鬼がいるとしたら、そこに、人間の男の子迷い込んできたよ、しめしめこいつ懲らしめてやるかっていうふうにフラストレーションを発散させるためにその子を帰させない、家に帰させない。そうするとさっき言った必要悪としての災いって小さなことのはずが、そのお兄さんのしでかした悪いことってものすごくその子供の両親家族を悲しませるとか、ものすごく大きな災いを作ったりもするんです。だから性格の悪い性悪い鬼、さらにストレスを溜めていてちょっとネガティブな状態に陥っている鬼さんと出会っちゃうと、結構取り返しのつかないネガティブなことを体験することはあります。はい。実際人を食うっていうよりは、今みたいな状態で人の心にぽっかり穴を開けるほど、猟奇的なひどいことをしでかす鬼っていうのはいます。でそれはね、さっき鬼にも種類がありますよって言ったのとちょっと関連していて、優しい鬼3種類でちょっとした必要悪生み出す鬼じゃん、これが一番多いんだけど、そうじゃないもう極悪鬼集団っていうのも実際いるんですよね。これが人を食う鬼です。こういう鬼とね合わないようにする方法がいくつかあるんですけど、はい、鬼に合わないようにするためにお塩を持ち歩きましょう。あと柑橘系の飲み物、特にレモンがいいので、そういうの飲みましょうと。それネガティブに合わないようにっていうベーシックな身を守り方なんだけど、それだけじゃなくって歌を歌うといいんですね。鬼って歌が嫌いなんですね。でその大鬼さんこちら天なる方にって歌ありますよね。そういうのもねやっぱその文化風習にちょっと根付いているんだけども、例えば暗闇、山の人里離れたところを歩かなきゃいけない状況とかあったら、鬼に合わないように歌を歌いながら明るくポップに歩いていくと危険なことに遭いづらいですね。はい。明るい方がいいです。明るくて楽しくなる、元気で弾んでしまうみたいな、そういう歌の方がいいですね。要するに簡単に言うと、その災いのある状態ってどこから作られますかっていうと、人が辛気臭くなってしまって、うじうじもう昔のことを考えてしまってとかって、そういう状態からどんどんその災いが生まれてくる、ネガティブが。でも歌を歌うと、明るく元気な歌を歌うと、それもいっかってちょっと戻ったりしますよね。そういうことなんですね。鬼さんを跳ねのける一番のアイテムは歌です。はい。鼻歌でも大丈夫ですか？鼻歌よりはっきり歌った方がいいです。はっきり歌ってください。大声で歌いながら手を振り回しながら歩いていくみたいな、それぐらい本当鬼よけになりますね。はい。はい、鬼は神様じゃないんだけど、でもなんていうかね、鬼を祀っている神社っていくつかあるんです。鬼によって食われた子供をかわいそうにっていう風に手厚く祀っている。でもそれが結論、いつの間にか神社になりましたっていう風になっていって、基本的に鬼を祀っている神社っていうものは通常の神様がいる神社とは成り立ちが違いますっていう風にちょっと覚えておいてほしいんですね。で、その日本の神社って成り立ちが本当にそれぞれで、本当の神様がいたからそこに祠が作られましたっていう神社の方が少なくって、そうじゃなくって、はい、ここに社を作ったから、はい、御霊様を呼びましょうっていう風にして、そういう風に作られていく方が多いんですね。でそのうちの一つが今言ったような鬼を祀っている神社なんだけど、そういう意味では神様ではなくてね、人間様を祀っているので、あまりエネルギー的には高くないので、いろんなお願い事をするとちょっとネガティブなことが起きやすいです。お願い事をした時に、じゃあ叶えてやるから代わりにこれくれよあれくれよって、そういう交換条件のねことが始まってしまうことがほとんどなんですね。だからね、下手に関わり持たない方がいいんです。それ自体が悪いことするわけではないんだけど、お願い事しちゃうと変なリレーションシップが始まっちゃうので、はい、やめた方がいいですね。もちろんつながってます。なぜかというと、あいつ鬼だ、逃げろ逃げろってみんなが逃げるのが鬼ごっこなので、その鬼がいないとゲーム自体ができないですよね。ということは鬼さんは必要なんです。それによって世界は回っていきます。まとめ、鬼とは必要な悪者。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。
またぜひ見てください。外側にあるエネルギーと私たちの内側と外側をつなぐツボ、それがチャクラであるというふうに認識をしています。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた見てください。